ポポズガーデンへようこそ。この庭ではあなたのためのリーディングをテーマにカードと向き合う時間を静かにお届けしています。肩の力を抜いて誰かとおしゃべりするような気持ちでカードの声を受け取ってみてください。さて、第4回目はふとあの人の顔が浮かんだらこの恋の行方。皆さんは恋をしていますか？この言葉にドキッとしたのなら、それがあなたの答えです。恋に年齢や立場は関係ありません。私も長年思い続ける俳優さんがいます。画面越しに見るだけで元気をもらえるのだから不思議です。今回はカードの力を借りてあなたの恋心を少しだけ見つめていきます。この3枚は今の私が特に惹かれたカードです。どれも可愛らしい動物たち。よく見ると小さなハートが浮かんでいるでしょ。あなたに一番響く1枚を選んでみてください。迷った時はこちらの鳥さんからどうぞ。私が作った目印です。それでは1番さんから始めましょう。2番さん、3番さんは概要欄から進めるようにしてあります。気になるカードのところへどうぞ。今回も3つの問いを順番に見ていきます。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の1枚はとっておきの言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは1番さん、リーディングを始めます。こちらはウィズダムオラクルカードです。このカードから見ていくのは、今のあなたがどんな恋をしているのか。35番、ロイヤルハート。誠実な心という意味もあるように、あなたの思いはまっすぐ。そんなあなただからこそ、同じように大切に思ってもらえているのか、どこかで静かに見つめている部分がありそうです。このフクロウさんたちもじっと見つめ合い、思いを確かめているように見えますね。こちらの3枚はエーテルビジョンイルミネーテッドタロットです。このカードに尋ねたのは、この恋が深まった時のあなたの変化。恋するあなたはどのように変わっていくのでしょう。まず出てきたのはペンタクルのクイーン。包み込むような安心感を持つカード。恋をしたあなたは相手を大切に思う気持ちがそのまま優しさとしてにじみ出る人。相手の方が疲れているとき、温かいお茶を入れてあげたり、直接会えなくても相手の方を見守って幸せを祈ったり。そして1番さんは自分を大切にすることも忘れていません。自分が満たされていてこそ相手の方に優しくなれる。そんな大人の恋ができる人です。そして次に出てきたのはペンタクルの9。このカードが示すのは自分が好きになる感覚。自分を大切にする余裕。恋をしたあなたはどこか
洗練されていきます。例えば、少しだけ丁寧にスキンケアをしてみたり、身につけるものをゆっくり選んでみたり、誰かのためというよりも、恋をしている自分が心地よくいられるように、そんなあなたの中の優雅さがそっと目を覚まします。恋はあなたを不安にさせるのではなく、美しく整えてくれる、そんな一番さんの凛とした姿に、相手の方も思わず目を奪われてしまうのではないでしょうか。そして最後に出てきたのはカップのページ。このカードが示すのは恋の芽生え、純粋な気持ち。はじめに出てきたフクロウさんたちのように、恋するあなたはとてもまっすぐ。相手の方からメッセージが届くだけで嬉しくなったり、相手の方の笑顔が頭から離れなかったり、大人の落ち着きを持ちながら、心の奥では子供のように純粋な恋の目がちょこんと顔を出している。優しさと優雅さ、そしてこの純粋さが加わり、とっても魅力的な一番さん。大人になった今でもまっすぐに誰かを思えること、そのキラキラした気持ちがあなたの表情を輝かせているようです。次の3枚ではあなたの思いはどうなっていくのか、恋の行方を見ていきます。こちらはキャティコンタロットです。猫とユニコーンの特徴を持ったキャティコーンに聞いてみましょう。最初に出てきたのはダイアルカナエンペラー。キャティコーンの皇帝はどっしりとした安心感と、ここにいて大丈夫だよという温かい存在感を持っています。一番さんの恋はこれから安定した土台を築いていくようです。相手の方が頼もしく見えたり、あなた自身が恋を通して自分の軸をしっかり持てるようになったり、ちゃんと向き合いたい、この恋を大切に育てたい、そんな風にふわふわ浮かれるだけではない、地に足のついた恋に変わっていきそうです。次に出てきたのはカップの6。このカードが示すのは純粋さ、無邪気なときめき。エンペラーで恋の土台が整った一番さん。そんな安心感があるからこそ、子供のようにまっさらで純粋なときめきが溢れています。大人だからこうしなきゃ、そんな鎧を脱ぎ捨てて、彼女といるだけで楽しい、笑い合えるだけで幸せ、そんな一番さんの可愛らしさがそのまま表に現れている。このカードは再会という意味もあります。大人になって忘れていた素直な心と再会しているのかもしれませんね。そして最後に出てきたのはソードのページ。好奇心や慎重さを意味するカード。キャティコンのページは何やらヒナの様子を伺っていますね。耳をピンと立て、冷静に観察しているようです。ただ見ているだけではありません。どうすればもっと仲良くなれるのかな？何を考えているんだろう？そんな風に
一生懸命に答えを探そうとしている。その姿はこれからの一番さんに重なります。ただ気持ちに流されるのではなく、相手の方を見つめて自分の心も確かめながら一歩ずつ進んでいこうとしている。その慎重さは弱さではなく、大切にしたいからこそ丁寧に向き合おうとする優しい強さ。ソードのページはそんな一番さんの背中をそっと押してくれています。新しい風が吹き込み、二人の関係はより軽やかなものに育っていくでしょう。ここからは2枚のオラクルカードに優しい言葉をいただきます。大人になってからの恋は静かです。その分心が動いた瞬間を感じられるのかもしれません。そんな時、さっとポケットから出せるお守りのような言葉を持ち帰ってもらえたら嬉しいです。まずはこちらのカード、オラクルオブザセブンエナジーです。恋のアドバイスを聞きました。20番、メリーモーティブ、楽しい動機というカードが1番さんの元へ届きました。自分の人生の主役として力強く歩き出そうとしている1番さん。そんなあなたへ、このカードは問いかけています。その計画の中にあなたのワクワクする気持ちはありますか？誰かのためではなく、正しいからではなく、一番さんが心から楽しいと感じられること。うまくいくのかな？この先どうなるんだろう。そう頭で難しく考えるのは少しお休みしましょう。今はただ軽やかにこの恋を楽しんでくださいね。そして最後はこちら、エンジェルアンサーオラクルカード。エンジェルからメッセージをいただきます。じゃん、ロマンス。びっくりですね。恋するあなたにふさわしいカードが出てきてくれました。この恋は愛として育っていますよ。エンジェルがそう伝えています。その恋は時に不安や迷いもあるでしょう。けれど自分を信じて相手の方と育んだ信頼関係を信じてください。過去のわだかまりは消え、二人の距離はもっと近づいていくはずです。あなたが大切にしてきた誠実さ、あなたが選んできた優しさ、そのすべてがこのロマンスのカードにしっかりと結びついています。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回も3つの問いを順番に見ていきます。ここからカットとシャッフルへ。この時間は
流れを少し早めます。最後の一枚はとっておきの言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは2番さんリーディングを始めます。こちらはウィズダムオラクルカードです。このカードから見ていくのは、今のあなたがどんな恋をしているのか。14番トゥルースビートールド、真実を明かすという意味のカードです。かわいいフクロウさんが仮面の上に立ち、心の窓を開いているようですね。2番さんはすでにこの小さなハートの存在に気づいている方。でもその気持ちをそのまま外に出していいのか、この仮面からはためらいが感じられます。だから今は恐る恐る窓を開いて様子を伺っている。怖がりながらも窓をもう少し開いてみたいと思っている。そんな心境にあるようです。こちらの3枚はエーテルビジョンイルミネーテッドタロットです。このカードに尋ねたのは、この恋が深まった時のあなたの変化。恋するあなたはどのように変わっていくのでしょう。まずはじめにダイアルカナ。いきなりタワーが出てきました。塔のてっぺんから溢れた強い光に驚いて、一人の人が外へと弾き飛ばされています。これは恋の衝撃によって2番さんがずっと守ってきた自分だけの安全な場所から外へと解き放たれたような状態。ただ見ているだけでよかったのに、ちゃんと隠していられると思ってた。そんな気持ちが心の窓から小さなハートと一緒に溢れ出しています。弾き飛ばされた瞬間は少し怖かったかもしれません。けれど、それはあなたがもっと自由になるための必要なダイブだったようです。次に出てきたのはカップの7です。このカードが示すのは幻想や想像力。タワーで外へと解き放たれ、2番さんの思いはどこまでも自由に羽ばたいていきます。どうせ私なんてきっとこうなるに違いない。そんな風に自分で自分の恋に制限をかけていた2番さん。けれど今はあの人とこんな未来があったら、こんな風に笑い合いたい。そんな小さな想像が泡のようにポコポコと浮かび始めています。現実という足元を一度離れ、恋がもたらす無限の可能性を贅沢に味わっているようですね。そして最後に出てきたのはカップのナイト。プロポーズや愛の訪れを意味するロマンチックな騎士です。不思議なことに出てきたカードはみんな仮面のようなものがあります。でもここでようやく顔を出していますね。きっと2番さんは恋をすると自分をさらけ出すことに少し慎重なのかもしれません。このカップに入っているのは2番さんが大切にしている本当の気持ち。
この思いを素直に信じてみよう。恋をした2番さんは、まるで映画のワンシーンのように、愛を受け取る準備を整えているようです。次の3枚では、あなたの思いはどうなっていくのか、恋の行方を見ていきます。こちらはキャティコーンタロットです。猫とユニコーンの特徴を持ったキャティコーンに聞いてみましょう。1枚目は大アルカナスター。キャティコーンたちが最初に見せてくれたのは希望の星です。恐る恐る窓を開けていたあの頃の2番さんはもういません。この人を信じてよかった。そう心から安心し、光り輝く未来を見つけました。まるで宇宙に映し出された映画の予告編のようですね。この恋があなたを癒す。あなたの未来が光に戻る。憧れが現実に近づいていく。そんな静かで確かな希望を感じます。そして次に出てきたのはワンダの2。計画や野心を意味するカードです。希望の光を見つけた2番さん。もう待っているだけのあなたではありません。このキャティコーンのように地球儀を見つめ、ワクワクしながら恋の計画を立てているようです。それは相手の方に連れて行ってもらう旅ではなく、2番さん自身が舵を握って進んでいく旅。光り輝く未来へと自分の意志で歩き出そうとしている。連絡してみようかな。次に会うタイミングを考えよう。そんな小さな勇気が芽生えているようですね。すると、見てください。最後に出てきたのはワンドの8です。このカードの意味は急展開、チャンスの到来。2番さんが自分の意志で舵を握った途端、物語は一気にスピードを上げます。まるで空を飛ぶ魔法の杖のように、嬉しいメッセージや驚くようなチャンスがあなたのもとに舞い込んでくる。こんなにスムーズに進んでいいのかな？そう思ってしまうかもしれません。それは仮面をつけていたあの頃が遠い昔のように感じるくらい。2番さんの恋の行方は勇気を出したあなたへ、宇宙からの素晴らしいギフトで溢れているようですよ。ここからは2枚のオラクルカードに優しい言葉をいただきましょう。大人になってからの恋は静かです。その分、心が動いた瞬間を感じられるのかもしれません。そんな時、さっとポケットから出せるお守りのような言葉を持ち帰ってもらえたら嬉しいです。まずはこちらのカード、オラクルオブザセブンエナジーです。恋のアドバイスを聞きました。12番、ベアリングフルーツ、実を結ぶという意味のカード。2番さんはこれまで心の中でたくさんの葛藤や揺れを抱えてきた人。タワーの衝撃を受け止め、カップの7で迷いながらも前に進もうとした。その一歩一歩が今ようやく芽になり、つぼみになり、そして
実になろうとしている。恋は急に咲く花ではありません。気づき、決意、そして希望。それらが積み重なってようやく実りの時期を迎えます。ベアリングフルーツはあなたがこれまでに流してきた見えない涙も抱えてきた思いもちゃんと見ているよと優しく背中を押してくれるカード。大丈夫。あなたの恋は実を結びます。そう言ってくれているようですね。そして最後はこちら。エンジェルアンサーオラクルカード。エンジェルからメッセージをいただきます。じゃん。インプルービングヘルス。健康の増進という意味のカードです。恋の相談で健康と思われるかもしれませんが、天使たちが伝えたいのは心のデトックスのこと。2番さんはこれまで正直になれなかったり、自分を後回しにしたりして、心が少し疲れてしまっていたのかもしれません。でも、このカードは言っています。もう大丈夫。あなたは回復の流れに入っています。自分を責める気持ちが軽くなる。自分を大切にする感覚が戻ってくる。そんな内側の回復が恋の未来を明るく照らしていく。天使たちはこれからのあなたがもっと軽く、もっと自由になっていくことを教えてくれています。そしてその変化は恋の実りにもまっすぐつながっていくでしょう。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回も3つの問いを順番に見ていきます。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の1枚はとっておきの言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは3番さん、リーディングを始めます。今あなたの恋はどのように育っているのでしょう。このカードと一緒に見ていきます。こちらはウィズダムオラクルカードです。9番トレジャーアイランド。宝の島。美しい海を優雅に泳ぐ亀さん。その甲羅の上が宝の島ですね。行き着く先がどこであるのかということより、今感じている思いそのものがあなたにとっての宝物。それはこれまでゆっくりでも着実に進んできた努力の賜物でもあります。3番さんの恋はすでに育ってきているようです。こちらの3枚はエーテルビジョンイルミネーテッドタロットです。このカードに尋ねたのは、この恋が深まった時のあなたの変化。恋するあなたはどのように変わっていくのでしょう。まず出てきたのはワンドの6。勝利や自信を表すカード。これまでゆっくりでも
大切に育ててきた恋。この人でよかった。私、ちゃんと進めてる。そんな自分を肯定できる気持ち。心の奥から湧き上がる誇り。こんな自分も悪くないな、と少しだけ胸を張れるような、ゆっくり進んできた亀さんの旅が一つの目的地にたどり着いたようですね。次のカードはソードの10。完結や夜明けを示すカード。一見心も痛むような絵柄ですが、これは3番さんにとっての大掃除。恋が深まり、自分を信じられるようになったからこそ、今まであなたを縛り付けていた過去のトラウマや私なんてという思い込みをそっと手放していきます。もう自分を責めるのは終わりにしよう。そんな風に古い自分を脱ぎ捨てるような幕引き。すべてを出し切った後の静かな夜明けを3番さんは迎えようとしているのかもしれません。そして最後に出てきたのは大アルカナハーミット。内省や真実の探求を示すカードです。ソードの10で長い夜が明けた3番さんは、ここでようやく自分の心の声に耳を傾けられるようになります。ハーミットのランタンは遠くを照らす光ではなく、足元をそっと照らす光。未来を急いで決めるのではなく、今の自分の気持ちを丁寧に確かめていく。恋が深まるほどに3番さんは自分の心と仲良くなっていきます。その落ち着きが恋を穏やかに育てていくのです。次の3枚ではあなたの思いがどうなっていくのか、恋の行方を見ていきます。こちらはキャティコンタロットです。猫とユニコーンの特徴を持ったキャティコーンに聞いてみましょう。最初に出てきたのはカップの9。願いが叶うカード。いわゆるウィッシュカードとして有名ですね。満足、幸福、心の充足を表します。キャティコンが大切なカップに囲まれ、誇らしげに座っている姿は、ここまで来られてよかったね、と祝福しているようですね。3番さんの恋は、ここで一つの願いが形になり、心が満たされていく。気持ちが通じ合う。安心できる関係が育つ。幸せだなぁと感じられる瞬間が訪れる。はじめにお話しした亀さんの宝の島が甲羅の上ではなく、あなたの手の中に届いたのかもしれませんね。次に出てきたのはソードの7。こっそり、慎重、様子を見る。そんなイメージのカード。3番さんの流れでは、自分のペースを守る知恵として働いています。カップの9で願いが叶い、心が満たされた後、ふと3番さんはこんな風に思うのかもしれません。無理をしすぎない方がいい。相手の肩に合わせすぎず、自分の軸を保ちたい。恋がうまくいき始めたからこそ、慎重さが
生まれる。それは逃げではなく、恋を長く続けるための賢い距離感。キャティコーンが剣を抱えている姿は、大切な気持ちを守りながら進んでいる3番さんにも見えますね。最後に出てきたのは大アルカナ、テンペランス、節制です。このキャティコーン、お魚を狙ってるように見えますよね。実は魔法を使って水槽を掃除しているところなんです。食べたいという欲求を知性や自制心で包み込んで、この小さな世界の調和を守っている。かわいいし深いですね。自分の感情に振り回されるのではなく、二人の関係を美しく保つために丁寧に環境を整えていく。焦って結果を求める必要はありません。あなたが今、自分自身と相手の方のことを大切に見守っていること自体が一番の魔法です。これまでたくさんの思いを抱えながら泳いできた3番さん。そんなあなただからこそ、大切な人と育てるこの恋の温かさを受け取ることができるのでしょう。はい、ここからは2枚のオラクルカードに優しい言葉をいただきます。大人になってからの恋は静かです。その分、心が動いた瞬間を感じられるのかもしれません。そんな時、さっとポケットから出せるお守りのような言葉を持ち帰ってもらえたら嬉しいです。まずはこちらのカード、オラクルオブザセブンエナジーです。恋のアドバイスを聞きました。47番、セイクリッドレベランス、畏敬の念という意味が今のあなたに届けられました。畏敬とは、ただ好きという気持ちを超えて、目の前の存在を深く見て尊敬すること。大人になると恋に効率や答えを求めてしまうこともあるかもしれません。けれどこのカードはもっと深くその人を見てくださいと伝えています。草花や道端の小さな生き物たち、そのすべてに命が宿り輝いているように、相手の方も、そしてあなた自身も、この宇宙でたった一人の神聖で尊い存在です。この人とつながっていることは奇跡なんだ。そうやって相手の方をかけがえのない存在として見つめられたとき、二人の間にある不安や迷いはふっと消えていきますよ。はい、そして最後はこちら、エンジェルアンサーオラクルカード、エンジェルからメッセージをいただきます。じゃん。サクセス、成功します。すごいですね。この一枚でこれまでの辛さがすべて吹き飛んでしまうような力強さです。このカードが伝えているのは、あなたの選んだ道はちゃんと光に向かっているよという揺るぎない肯定。あなたが大切にしてきた思い、丁寧に積み重ねてきた優しさ、
相手の方を思って選んできた行動。あなたの努力は必ず実を結びます。エンジェルははっきり言っています。この成功は単に願いが叶うだけではなく、3番さんが自分自身を心から大切にしてきたことへのご褒美でもあります。これからは感謝すべき恵みを受け取りながら、穏やかな安らぎの時間を楽しんでください。あなたが大切にしてきた恋心という宝物は、今最高の輝きを放って、あなたの心を明るく照らしてくれることでしょう。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。